いけるかな。はい。それじゃあ時間になりましたので始めさせていただきます。ちょっと早いかな。今、ちょっと、シベディさんが、入ったので、先にちょっとだけ早く入りました。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。あ、画面が全然、あれでしたね。Google のまんまでした。はい。いいかなこれ。音がね、またちゃんと出てるかどうかがね。久しぶりだといつも緊張しますね。なんか。はい。明日から連休ということですけども、なんか最近祝日が、なんていうかな、あんまりないっていうか、少ないので、あんまりこう、祝日の感覚がないっていうか、なんですけどね。こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。シメディ、こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。ということで、ずっとね、なんか連休は、あれですよね、なんだ、雨っていうか、今回もなんか台風がまた来そうとか言ってますよね。うん。ちょっとね、その点心配ですね。フライングしちゃいました。いえいえ、全然大丈夫ですよ。僕もちょうどスタンバイして、よし、できたっていう時に出てたので、いつもなんか、こうライブをやる前、ちょっと前に今日はよろしくお願いしますみたいな打ったりして、で、音声が出るかなと思ってチェックしたりとかしてます。はい。この、音声もね、この音声チャットも出たり出なかったり、本当によくわからないんです。多分、いろいろ、ライブ中にブラウザ使ってると、出てこないっていうか、なのかもしれないですね。はい。うん、いろいろ窓、開けたり、ね、してますのでね。はい。ということで、最初にいつもくだらない話になりますけども、最近ハマってることといえばもう、サウナでございます。で、今ね、ちょっと僕のいるところだと、この、トヨタっていうところの、ちょっと上の方、山の方になるんですけど、竜泉寺の湯っていうとこがありまして、ここがね、まあまあ安いんですよ。500円で入れるんですね。で、しかも、最終が確かね、3時までやってて、受付が夜2時半まで。僕こういうやっぱり仕事で遅いので、安城の方のコロナの湯っていうところは、東雲さんがいると知ってるんですけど、12時までやってるので、ちょっとこのライブやる日っていうのは、12時ちょっと過ぎちゃうので、お風呂行けないなと思ったんですけど、この竜泉寺の湯はね、3時までやってるので、この後、もう行こうかなと思ってます。今ね、ほぼ、毎日、かな。毎日行ってますね。ほんとちょっとサウナーになっちゃいましたね。皆さんどうですサウナってこう、ルーチンみたいな感じで。僕はちょっと今、守ってるのは、最初に、あれみたいです。水を最初に水っていうかお湯をかけるより、水分がない方がいいみたいですね、サウナって、最初。皮膚に水がこう、ついた状態でサウナに入ると、どうやらこの皮膚のところの水分を、なんかこう、熱で、なんか蒸発させるっていうか、その力が出て、長く入れないみたいなんですね。なんて表現したらいいかちょっとわからないんですけど、とにかく、最初に、まず、お風呂に入るというよりも、まず最初にサウナに入って、で、水かけずに、で、水風呂に行ってっていうことで、なるべく皮膚に、サウナ入るとき皮膚に水をかけない方がいい。お湯とかね、水滴をかけない方がいいらしいですね。で、だいたい9分入って、で、水風呂が1分ぐらいで、外気浴が5分ぐらい。この順番で4セットぐらいするかな。9分、最初の1回目は9分で、2回目以降は6分ずつですかね。こういうルーチン、なんか YouTube でね、入り方みたいな
のがあって、ちょっと参考にしたりとか、あと芸能人とかでも最近多いですね。だっけ、藤森とか、誰だっけ、高橋ってサバンナ高橋とか、なんか出てきますね。サウナ女子っていうのも出てくるみたいですね。はい。まあ、こういうなかなか、あとコロナに関しては、なんていうかな、こういう温泉って意外にいいみたいで、要するに高温だし、水分が、湿気が多いので、菌については結構温泉って意外に感染しにくいみたいで、まあ、ただね、若い奴ら結構来るので、今、ブームで。遅くてもね、割と若い子たちが喋って団体でいることは多いですけどね。まああまり気にしてはないんですが、まあ、そんな感じで、今日もね、終わったら楽しみっていうかサウナ行きたいなと思っております。はい。それでですね、今日最初にちょっとこのお話をしたいと思うんですけども、実はちょっと、僕のやっているお仕事っていうのが、家庭教師じゃない方っていうか、本業の方が、割と学習支援って言いまして、なんていうのかな。まあ、片親という言い方でいいかな。生活保護のお子さんであったり、母子家庭、父子家庭、一人親ですね。こういったご家庭のお子さんを、まあ、名古屋市の方で面倒を見てるっていう、まあ、仕事をしています。まあ、子供たちを面倒を見て、お金をいただいてなくって、まあ、税金で、やってるんですけども、でこの中で、やっぱりこの最近ですね、生活困窮者って言われてる方が急増してるらしくて、これ愛知県のニュースなんですけど、ちょっとこれをね、見ていただきたいなと思います。生活困窮者や子ども食堂への食料支援に取り組むフードバンク、セカンドハーベストフードバンクって聞いたことあります？知らないですよね、きっと。NPO 法人の方がこういう形でなんていうかな、無料で少なくなっている支援物資食品を配ったりとかする、NPO 団体がいるんですけどね。個人への直接支援はでこの方々たちがすごい最近5085世帯でしたが、フードバンクの要望が多くなってきているという状況なんですね。はい。この現状に直接食料を持ち込む人も。今日はですね、マヨネーズとか、まあこれ寄付している方ですね。ふりかけとかそういうものですね。まあ2ヶ月以上あるものの使用期限がですね、いうものを持ち込んでおりますけど。たくさんの方が、SOS 出していらっしゃいます。それと同じようにたくさんの方が、応援くださいました。長引くコロナ禍で生活困窮者の実態はどうなっているのでしょうか。特にここにも書いてありますけど、自分で消費しないものとかをそうなんですね。近くのスーパーで受付に預けたりしてます。ジメジーさんも知ってらっしゃるんですね。しっかり預けてるんですね。いや、偉いですね。はい。今ちょっとこれがね、電話相談の内容みたいですね。特に、この最近女性の方のやっぱり貧困問題っていうのが多い。本当に多いみたいですね。まあコロナから言われていたんだけど、やっぱり長く続いているので、飲食関係とかで働いていらっしゃる方の就業っていうのがどうしてもうまくいかない。まあここに就業数とかにも書いてありますけど、やっぱこう一人親家庭さんとかも、まあ母子家庭の方がね、父子家庭よりまあ母子家庭の方が多いので、本当に増えてるなと思います。まあこれ女性不況って書いてありますけどね。飲食店で作る方やってるんだけど、まあこういう現状があるよっていうことを、まあ僕らもね、どういう形でね、
まあ、しめじさんみたいに、こう、フードバンクで預けて、僕らフードバンクからいただいたものを子供たちに、年間何回かな、食品を配ったりはしています。なぜコロナ禍で女性の貧困がクローズアアップされたのでしょうか。メーバ TV でもちょっとやってましたかね。この間なんか年収200万円っていうので、もうやってましたね。ではここからはい。女性の貧困や政策にも詳しい愛知大学文学部の樫村愛子教授にお話を伺います。まあどうしてもよろしくお願いいたします。是枝だけじゃなくて、こう教育問題とか携わってるので、こういう話をしてしまうわけなんですけども。女性の貧困というのは、はい。専門家から見てどういう状況のことを指すんでしょうか。そうですね。まあ今のねもともと国際的にも男女差別があるので、特に第三世界などの女性の貧困の問題って大きいんですけれども、日本は先進国の中でも、男性稼ぎ手モデルって呼ばれる男の人が働いて、女性は家で、介護とか子育てとか病人の世話とか障害者がいたらその世話とかケアを一手に担うという、その男性が働いて女性がそれを補助するというモデルでずっと来ていまして、はい、でそれで社会設計というか福祉の設計などもできているので、そこから外れる人たち、今回一番困難を抱えている人たちが、一人暮らし単身女性の特にシングルマザーの人たちなんですけど、そういう人たちの貧困がなかなか見えづらかったり、それから、それに対する対策が遅れているということがあります。で、女性不況ってさっき出てきたと思うんですけども、コロナが女性不況っていうのはどういうことかというと、観光とか飲食とか、そういった、対人サービス業が多いですよね。女性の方、働いてる方は。男性不況だったことと、また異なる今回の展開なんですが、でそこに日本の場合も非常に女性がたくさん働いてまして、しかもそこで非正規の方がすごく多い。そもそも日本の女性の労働者の、50% 以上が非正規なので、非常に賃金給与も少ないんですけれども、そういった問題がコロナの中で起こっているということがあります。ちょっと整理をしますと、まず女性の貧困というのは、日本の社会構造上、女性がなんていうか生きづらい状況自体を指すというようなニュアンスで、決して金銭的な問題だけではないということがまず一つ、樫村さんのご意見ということですかね。そうですね。そうですね。男女共同参画白書令和3年度の作り方もですね、仕事の部分とあと生活の部分と分けてありまして、実は、生活のことについて言うと DV とかも 1.5 倍増えていたりとか、大きな問題があって、そういったちょっと分断されている女性の個別の問題が実は、女性が置かれている女性差別の中での、特に日本の場合それがもっとひどいんですけれども、状況の中で同じ問題として単に経済的貧困だけではなくて捉えられますし、それにその DV から、逃れようという人たちがその先で就労をしたり、それから子供を、育てていく環境が十分でないと、その人たちは経済的貧困、シングルマザーの非常に厳しい状況に陥るので、それは通底している女性の貧困の問題であると言えると思われます。先ほど出していたテロップなんですけれども、これが、日本のその社会構造上女性が抱えがちな課題を一つまとめていたわけなんですが、樫村さん、ここにコロナっていう要素が加わることでこのようにこうした課題、今はコロナ自体は明けてきそうな感じはあっても、雇用に関してはね、なかなか改善しにくいですよね。飲食関係もそんなに今まだ手をつけられるようになった。全開というわけじゃないですし、愛知県に愛知反貧困ネットっていうのは10年ぐらい経ってるんですけれども、去年の夏初めてその女性の貧困をテーマにしたっていうことで、女性の貧困自体もその反貧困ネットの中でなかなかテーマ化されてこなくて、で、女性のための相談会とか支援会なんかもこの中でやられるようになって、それはその前からあった女性の貧困の問題に対処し、という感じですね。本当に僕の場合本当直接関わっている問題だったので、こういうことが起こっているっていうことは薄々
かってたんですけど、まあニュースになってね、出てきたので、ちょっとこれは、考えなきゃいけないなってことで、また自分の仕事を、まあ子供を見てますけど、子供だけじゃなくてね、そこに支えてもらってる、まあ母親とかに、どういうことを、まあ投げかけたりできるかなっていうのを、また考えていきたいなと思っております。はい。はい。っていう、ちょっと、まあ、変わった内容だったかもしれないですけど、こんな感じですね。はい。それではですね、今日の、相場の方と、今日実はいきなりトレードの話になっちゃいますけど、日銀総裁の黒田さんの話があってから、だいぶ FX 動きましたよね。ここも合わせてね、ちょっと、見ていこうかなと思います。はい。今日後半また学校の教育の第3弾ですけどね、流していきながらいろいろ喋っていきたいなと思います。最近、学校のやつ流しておきながら、イヤホンでこう聞いてるんですけど、いろいろ喋ってるから、もうイヤホンたまにこう抜いちゃう時があります。文字で見たりとか。はい。10時半スタートですけども、ナスダックが11,000、昨日の FOMC の影響出てますね。利上げの 0.75% は変わらなかったのね。黒田さんというより為替介入ですね。そうだ、そう。黒田さんの会見の後、為替介入もありましたね。そうですね。はい。それも見ていきたいですね。はい。SP500 がなんと3700まで行きました。この3770って多分ですけど、底値に近い動き？ちょっとこれチャート見ていきますね。チャートの日足を見てみましょう。日足の、そうですね。ここ。3640が底だ。はい。6月17日に一気にこれ、利上げした時ですね。これが6月17日3630ですけども、今、3750。もう、このボトムに近いところにまた来ちゃいましたね。いやー、この下がりは長くインフレが続くだろうなっていう意味でもあるのかな。ここまでちょっと落とすとはね、ちょっと思わなかったですね。3700まで。ということで先物の方も今3779、ナスダックが 11,500 という位置になっております。もう当分なんか戻ってこれないような値ですよね。ラッセルが 1.54 ですので、小型株がこんだけ悪いのもあれですね。まずいですね。はい。で、2年債がなんと、見てください。なんと、4.13 ですよ。4.1 はないだろうと、もう、本当思いますけどね。いや、2年債 4.1 ですよ。3.5 とかならまだしも、今日1日で 3.62 上がってますもん。異常ですね、これ。10年債が 3.662 ということで、とにかく、この金利が今日ぐっと上がってしまいました。これは株価にもう悪影響になる間違いないですもんね。はい。ということで、これちょっと上がりすぎだと思うんですけど、沈静化してくると思うんですが、ちょっと、しばらく SP500、4000、いつ来るかな？全然読めませんね。この間のがそこだと思ったんだけどな。という状態ですね。はい。でも、ビックスが 27.92 ということで、高い位置をそのままキープしてる感じですね。でも30まで行ってないんですよね。28ですもんね。いや、30まで行ったら大変だわ。また。はい。はい。
そうだ、FX 見てみましょう。はい。この今日のチャート見ていただくとわかるんですけど、日本のね、為替介入によって夕方ですかね。僕の方でも5時ぐらいにアラートがチャンチャン鳴ったんですよ。このドル円からね、一気にこの5分で、4円近く、5円か。5円変わりましたね、ここ。5円ですよ。5円はすごい。一気に145円から140円に落ちましたね。はい。それで全体的に、この為替介入が影響したのかわかんないですけど、ユーロ円もそうですね。他のドルに関してもそうですけど、もうすごいここ夕方ボラティリティが出ちゃいました。ほぼ、全部ですね。全部下がりましたね。世界的影響を受けたのかな、これ。はい。全部ですよ。全部下がってますもん。はい。すごいですね。これ、もし、この、円の為替介入が世界を動かしてるんだったらこれ大変なことですね。はい。はい。ということで、もう、5分間で5円ぐらい落としたというすごいことが起こりましたね。でもしっかりまた戻ってきちゃってますね。140円だったのに今 141.5 ですもんね。はい。FX これやってる人大変ですわ。こんなん自動売買したら吹っ飛んでますね、みんな。これ大チャンスと思える人が、こんだけボラティリアどうかな？ダメだと思うんだけどな、これ。さすがに。はい。じゃあちょっと久々中国とかも見ていきましょう。いやー、まあ実は中国、香港と良くないですね。香港ももう気がつけば18,100ですよ。いやー、これは立ち直れないぞ、これは。なかなか厳しい。まあ半導体を抱えてる韓国、台湾もあんまり良くないですね。で、それから夕方から始まった、ヨーロッパも、まあこれ多分そうですね。FOMC の影響だと思うんですけどね、世界的に。はい。下げております。ドイツ、イギリス、ちょっとこれひどいな。7160ですね。ドイツが12,500。ユーロ3,500切っちゃいましたね。もうちょっと、ヨーロッパに投資するのがかなりやばいっていうか、なんて言ったらいいんでしょうね。厳しいですね。ヨーロッパは復活するのも。ウクライナの関係もまだちょっと残ってるし、エネルギー問題もまだあるからな。まあ、エネルギー問題は世界的にね、あるかもしれないですけど。インドは下げてるけど、そこまで下がってないですね。インドの動きはまだマシって感じですね。その代わり東南アジアはまだいいですね。でもこれ、明日ちょっとわかんないですね。はい。ロシアが急に上げてますね、すごい。これ目立ちましたね。ロシアがこんだけ上げてるの珍しい。他は見てみてもそんなに、南アフリカが悪いですね。という状態ですね。はい。じゃあ、コモディティ見てみます。そういえばなんか銅がちょっと供給不足になるっていうニュースも入りましたね。ゴールドが1670っていう推移、いつしかもう1700切っちゃいましたね。逆にシルバーがちょっと復調して 19.5 まで来てます。今ちょうどハードコモディティはちょっと上がってきてる感じですね、今。はい。ということです。原油が一回、これアメリカ市場スタートしてから一気に落としたんですね。
この1時間でちょっとボラティリティがありますね。今 83.9 ですね。でも気がつきゃもう原油も83ですよ。はい。気がつきゃ83。この間まで100とか言ってたのにね。やっぱり長期で見て、原油はどうでしょう。60台まで落ち着くのかな。でもね、やっぱりインフレ、アメリカのインフレがね、こう原油やこういうソフトコモディティが下がってこないとなかなかね、インフレが沈静化しない。そんな気はします。天然ガスが 7.7 ですね。ぼちぼちですか。はい。はい。今はまだ穏やかな方ですね。ソフトコモディティ、大豆、コーン、小麦、ともに下落しています。まあ悪いことではないんですけど、上昇トレンドになるかなと思いきや、まあちょっとレンジになってますね、今。はい。コモディティはそんな感じです。原油がちょっと下がってくるかなと思います。最後に仮想通貨見てみましょう。多分これ FOMC の関係でまた厳しい状態が続いてますね。ビットコインもイーサリアムもかなり低いですね。はい。もう多分長期でね、仮想通貨持っている方はもうあんまり関心がなくなってきちゃったぐらい低いです。あ、どこだっけ？エルサルバトルかなんかが破産するとか変な噂が流れてました。ビットコイン多分エルサルバトル買ったの35,000ドルぐらい。日本円でいくら？ 400万ぐらいかな。ですかね。もうこんな状態ですのでね。はい。まずいですよね。はい。ちょっともう、僕も、仮想通貨ちょっと持ってますけど、ほんと厳しいなっていう感じはします。はい。SP500 の今日の、ヒートマップ見ていきましょう。1時間経ったところでは、これか。どうですかね。あんまり動きはないみたいです。原油じゃねえわ。エネルギーセクターがちょっと上がっています。はい。それからヘルスケアがちょっと上がっています。大型株はあんまり変わっておりません。こう見ると目立った動きないな。本当にこれ今日のか？ちょっとリロードしますね。あ、ちょっと違いましたね。テスラがちょっと落としてますね。最近ちょっとテスラ良かったですもんね。ちょっと落ち着いた。あ、半導体が悪いですね。NVIDIA がマイナス 3.46 ですね。半導体が落としてます。あ、だから台湾も韓国も悪かったですね。半導体悪いです。あと一部、フィンテックも悪いですね。ペイパルも悪いですね。金融関係もちょっと良くない。ヘルスケアだけがいいって感じですね。大型株はあんまり変わってないですけど。はい。アメリカの個別株はそんな動きをしています。はい。ということで、久々ちょっと世界も見ていいです。最近世界見てなかったので。世界の今日の動きをちょっと見てみますね。半導体とかどうなのかな。お、トヨタがいいぞ。ほら、トヨタがいいです。何があった？決算はないよな。トヨタなんか喋ってたな、そういえば。はい。日本が今日、ちょっといいですね。はい。台湾セミコンダクターは良くなかったです。やっぱ半導体良くないですね。インド。みんなまあ、ブラジルがいいですね、ちょっと。ボベスパはいいです。あとはあんまり良くないです。カナダ、メキシコ、ヨーロッパ、イギリスもこれ上がってるの。なんだ、ここ、エネルギー系かな？そんなに上がってないですね。あ、BP、そうですね。エネルギーですね。あんまり良くないですね。はい。日本がちょっと目立っ
目立ちました。中国も進んでますね。はい。そんな動きですね、今日は。はい。それでは、今日の後半ですね。あれを言ってきましょう。あ、そうそう。この、これ、その前にこれ、ある記事で、今日黒田総裁が利上げじゃねえわ。金融緩和のことについて、喋ってました。今日何時ぐらいだったかな？僕たまたま、3時ぐらいだったかな？YouTube 見たらやってて、チラッと見て、もうつまんないやと思って、すいません。10分ぐらいでやめちゃったんですけども、はい。昔はパウエル議長のね、3時半ぐらいにやってた FOMC の会合も生で聞いてたんですけど、なかなか最近聞けなくなりましたね。後から概略を聞いたりしましたね。はい。これでも黒田さんがどう言っても、変わることはないとは思うんですけどね。で、これでですね、これツイッター、これ見えますかね。黒田さんが喋った、発言のまとめっていうところがあったので、これちょっと紹介しますね。はい。見えますかね。はい。黒田さんが今日喋った日銀総裁のまとめ。当面は金利を引き上げない。それから、市場参加者は日米の金利差に注目。なんでしょうね、これ。次。円安は一方的な流れ。そうでしょうね。次。円安は産業ごとに異なる影響を与える。当たり前ですけどね。いいとこもあるし、トヨタみたいに外出してるものはいいとこもありますよね。はい。次。金利は現状水準か、それ以下にとどまる見通しとあります。はい。そうらしいですね。次。必要なら追加緩和も躊躇しないと。追加緩和ですよ。なかなかやりますね。日本は全然事情が違うということなんですけど、もう円安は拍車がかかるでしょうね。ほんでこれ言うと。必要なら追加緩和を躊躇しない。ね。次。金融、為替市場の動向を凝視。注視ですか。はい。次。引き続き強力な金融緩和を辛抱強く続ける。本当に、どっちにしろもう、金融緩和しても、金利上げても、痛みは伴うから、金融緩和の方がまだ日本はいいっていう判断なんですね、きっとね。はい。次。潜在的な物価圧力の上昇が予想される。まだ上昇すると予想されると。ここは痛いですね。本当に。エネルギーとかも下がってきたら若干ね、日本の物価ってなんとかならないんですかね。もう小麦とかいう問題だけじゃないですけど。はい。次。マイナス金利。現在大きな副作用や問題を引き起こしてない。と言ってます。それから次。今の時点で政策指針の変更はないと。年明け以降は物価上昇率のプラス幅は縮小していくと予想。アメリカと同じこと言ってますかね。物価上昇は、でもアメリカの物価上昇と比較なんないですけどね。やっぱりサラさんとか来るともう、と思っちゃいますもんね。全然違うっていうか、卵が800円とかですもんね。もうびっくりですわ。はい。
ヨーロッパがマイナス金利をやめても日本がやめる必要ない。ということで、まあ、黒田さんというか、まあ日本としては、金融緩和をやっていく。ということ。いや、でも、ほいでも、あれですね。金融緩和しても日本の株価も上がらないですね。やっぱインフレなんですかね。これを受けて、ちょっと僕最近日経見てなかったので、ちょっと待ってくださいね。日経ってどうでした？日経の冷やし。あ、ちょっと今、まあ、金融緩和すると株価は上がりやすいんですけど、金融緩和していても、日経は、そうですね、今日もマイナスだったんですね。27,000。最近そうですね、日経も27,000から29,000の間うろうろしてますね。これ日経の冷やしですけど、もういつだ3万超えてないの。3万超えって日経ってもうあれですよね。去年のもう岸田内閣ができた9月14日ここが37,757か。ですもんね。1年ですよ。1年間、このチャート。はい。これもし利上げしたら、あれかな、株価もすごいかな、ここも。よう考えてみたら、まだ下がってないけど、まあ、ここまで下がってないけど、日本がもし金利をガッと上げたら、すごいですかね、これ。株価が。そう考えるとゾッとしますね。まあ、日経には投資してないですけど。はい。という状態ですね。まあ、金融緩和してこれぐらいですもんね。はい。はい。黒田さんの、まあ、話っていうか、でしたね。まあ、これの後ですね。ちょうど会見が終わった後ぐらいに為替介入が夕方にありました。今日ニュースでもやってますかね、為替介入は。これか。2分で2円、30分で5円動かすって書いてある。1位ですね。11年ぶり介入。これですね。ニュースでトップでしたね。はい。な感じです。それでは、今日の後半の話でいきましょう。また、すいません。第3回になりますけども、お金の話の、高校生の、高校授業のね、家庭科の、話。パート3になります。これがですね、今日、こってちょっと10分ぐらいの話ですけども、やっぱりこの、大河内さん自体は税理士さんということで、まあ、投資の話をするんですけど、どちらかというと、収入と支出っていう、そういうなんていうの、お金を使うこと、まあ、それか、投資をすることって、そういう、なんか、なんて言ったらいいんだろうな。お金をどういうふうに使うことをしていくかとか、そういうことをね、中心に話してくれています。はい。今日は、まともに話すか。じゃあちょっとこれ聞いてくださいね。お願いします。学んでいけばいいのかっていう話なんですけど、これはね、なかなか難しいんですよ。お金のことを学んでいくのは本当に難しくて、もう良質な本、すごく質のいい本と、YouTube とかね、そういうもので学んでくださいとしか現状言えないんだけれど、僕たちが日常ですごく大事なのは、おそらくお金の使い方になってきます。今後は稼ぐっていうのは、仕事を始めればお金入ってくるじゃん。その大小はあれど、仕事のもの質とか仕事の種類によってお金がもらえる金額っていうのは変わるけど、稼ぐってことはおそらくできるんだよね。
で使うってこともできるんだけど、使い方っていうのは非常に重要です。そういえばこの大河内さんがなんこのか辺のことをちょっと覚えて、YouTube で見たら自分がお金を使うときに小学校でも考えていったら、あと定時制お金に高校と強いかでも人になっていくんじゃないかなっていうエッセンスを話したいなと。出ましたね、お金の授業。いいですね。で、今から話す話はなんかこういう機会がほとんどの人は考えてないと思います、できるといいな。お金を使うときにこの3つね、消費、浪費、投資、どれかな、今俺が使ったお金ってどれかなって考えてる人は多分あんまりいないんですけど、これを考えていくことっていうのは非常に重要なので覚えておいてほしいなって思います。消費っていうのは生きていくための支出、生活費ですね。さっきで言うんだったら衣食住を確保するお金、着るもの、食べるもの、寝るところだから家賃、そういうものですね。僕たちが子供の間はあんまり払うものではないかもしれないですね、で浪費はいわゆる贅沢品ですね。遊び、勘違いしてほしくないのは浪費が悪いわけじゃないですよ。種類の話ですからね。そういうもんだと。で投資っていうのはさっきはなんか株式を買って売って高く売れたら増えるねとかいう話をしたんですけど、もっと大きい話をすればお金を出したことによって将来にわたって利益をもたらすものですね。これが投資だと思います。だから見方によってはハサミを買うってことも投資ですからね。ハサミがなかったら僕たちは手で髪切らなきゃいけないです。時間かかりますよね。投資っていう範囲をもっと広い持ってくる形でね伝えるの大事ですね。将来にわたって時間が浮いてますよね。利益っていうのは何もお金だけじゃないですね。時間もですね。浮いた時間でアルバイトとかすればお金増えるかもしれないし、だからお金を払ったことによって利益をもたらすものですね、投資、この投資の意味っていうのも結構重要ですね。でちょっともう時間がないんだが、ちょっとねこれをやってほしかったんですけど、最近自分が使ったものをさっきのねこれね、消費、浪費、投資に分けてほしいなって思うんです。で僕はこういうものを使って消費だと思いますみたいなことをちょっと考えてほしいんですね。練習としてね、でちょっと例出しておきます。でこれ重要なポイントがあって、例えば一番上ね、コンビニでお菓子を買ったとかの場合って消費ですねとか決定されるものではないですね。人によって考え方によって変わるものなので、それをちょっと考えてほしいなって思います。なるほど。じゃあ一緒に考えていこうか。これ一番目ですね。コンビニでお菓子を買った、これ消費ですか浪費ですか。消費だよって思う人、これはもうご飯買ってるんだし、もうなんか生活費じゃんって思う人、いやアイス買ってるでしょ、お菓子でしょっていう人は浪費だって思うのかな。この事業の仕方とかでも思うんですけど、なんていうのかな、やっぱ参加型にするっていうと事業の内容は優しくお菓子を食べなきゃした方がいいなっていうふうに思いましたね。でもし知識をどんどん入れたいんだったら参加型じゃなくて、講演会じゃないですけど公的にね、先生がこう講義っていう形で話すのもいいんでしょうけど、きっと投資、そして貯蓄とかもあるけどね、当然ね。この大事なのがお金の使い方っていうことだけじゃなくて、これからのこの使ったお金がどうなるかっていう事業の強く考えてほしいってことですね。とか考え方っていうのを参加型にできる、でもそれが人生に必要なことってやっぱり関心を持ってもらうっていうことを大事にすることっていうのは大きいことかなと思いますね。学校の先生とかもそうなんですけど、なかなかこう参加型にしたいんだろうけど、やっぱり習わせなきゃいけないなとかいうことがあって、高校生なんかは特にどれがいいどれが悪いじゃなくて、自分がどう使ってるかっていうのをちゃんと分けて考えられるようになってほしい。お金の話ってなかなかこうテストがあるわけじゃないし、きっとゴールがあるわけじゃないかもしれないので、多分そういうカリキュラムがそこまで決まってないからこういうことができるのかもしれないんですけど、小学校の英語もそうですね。なんか参加型っていうか新しくやるものとか、僕は YouTube をやってるからさ、なんていうのかな、ここまで習わせなきゃいけないとかいうふうに考えちゃうと、どうしてもその先生も参加型の授業にせず講義型っていう形でそういうことになってくる。なっちゃうのかなと思いますけどね。
使う時って多分何も考えてないし、ほとんどの人が何も考えてないし、言ってる僕だって全部が全部考えてるわけじゃないけれども、使い方で結果すごく変わるってことですね。同じものを買っても変わるし、当然違うものも買っても変わるし、なのでお金の使い方っていうのはこれから重要なんだよってことは覚えておいてください。今はなんか分かったような分からないようなっていう感じがひしひしと伝わってくるし、僕の説明はねあるのかもしれないけど、お金の使い方っていうのはすごく重要だってことは確かに適正価格を知るっていうのは大事ですね。で、僕は最近買ったものはですね、確かに家の中にですね、観葉植物って分かる、なんか物もそうですし、こうパあとそキラっていうのこう通信費と葉っぱの生えか、た木みたいなのを買ったんですけど、これとか僕の公共料金だとこれは人によってか、は浪費でしょって言われるんですけど、僕は家ね、賃もだから難しい仕事が大変でな時とかすよね。それをこう見てすごいなんて言癒される。ったらいいんだろう。だとしたらその投私た資だったんじゃちがそのないかって話にもなる。何をもって適正価格かっていうのは、人が当然その浪費だよっていうもの見積もりじゃないですけど、いくつか業者からおそらく僕もそうですし浪費だよって言われるかもしれないけど、回避する必要がありますよね。ゲーム実況の YouTuber を目指してるんだったら、それはひょっとしたら投資かもしれない。今もちょうどインフレになってるから、より多分こういうそのちゃんと自分を信じてほしい。適正価格っていうかをちゃんと信念を持って知るって考えを持っていうかね、お金を使っていってほしい大事かなと思いますね。ということで、子供たちはなかなかまだお金もまあ本当はまだまだ握いくらでも喋りたいところですが、今はあとあれかななかなか学べないからね、まとめていきましょう。財布この2つは覚えたってほしいまなだ携帯でと思います。ペイペイとかでピッてやるお金って人道具だよっていうね、少ないかな。まずこれですね。まだ現これは金覚えておいてほか。しいです。そのお金は道具だよ、でもそれがそういうのもありますね 100% もう決まりきったもお金は道具のっていう考え方じゃなくていいんだけど、そういう考え方もあるんですよ。自分で学ぶお金にしかない。操られてる人は世の中に本当に多いです。いや、本当に多い。もうでも道具だちょっからね。とした僕ちが操るものはお金ですからね。それは忘れないでほしい。だからお金教育悪いイメージ関係もイメージある人いると思うけれども、それはあんまり最関係なくて、低ね、NISA とお金っていうのはいいも悪いイデコのもなくて制度のこととか使ってる人は、高校でも学んでいいと思うんですけどなんかね。嫌な感じだなって思ったらよく見るとそうなんですか。ってことになるので、基本的にはね。 6年で1円覚えておいてってください。安くないです？お金とその知識、今日お金の話ずっとしてきました。へー年金の話とかもしました。こういうことそういえばあってなかなれでしたね。か学べないんですそういうよね。なんか大人日本でも学んでもこなかったから知らないし。ちょっと関係ないです。市議金、礼金とかもそうですけど、学ぶ機会がない。ね、余計にお金がかかるものとかもあり大ますよね切ってことはなんとなく多。分皆さん分かってると思うんですよ。うんこれから絶対に退去費用もなんか考えなきゃいけない問題だ市議金から出すとこもあるし、生きるために必要だし市議金を出さない代わり夢を叶えるに、ためにも必要だし。最後になんか自分でやってくれよってだからそのいう。知識っていうのはとこもあ学んだ方がいい。りますしねでも学ぶところがないから自分で大学ぶしかないきくお金が動くものって結構適正価格難しいですよね。非常に厳しい現実なんですけど、ほとんどの人学んでないので、ちゃんとお金学べば本当に有利ですよ、こっからの人生。もうお金の知識を絶対に学ぶ、まあ、高校、若い人でもお金のことちゃんと大知ってて学、バリバリやってる人も社会いるし、人でなん僕なんかかより10歳も20うまい歳も方法ね、ないですかね。僕なんかよりももうちゃんとしてるっていうかね、まあお金を稼いでそうそう、るっていう意味でなんかちょっと話それちゃうかもしれない。イいますからデコがお金のこと10を学ぶ月からっていうのはまたね、制度変わりますよある意味でね。こうなんだろう、大で人のこの間ごぼう抜きする力っていうのは多分あると思います。制度が変わるもうでちょっとしっかりとアマ学んで、アマゾンじゃねえわ僕がね、老後、アメーバ TV 年金をもらう世代になった時にかなで見てたんですけど皆さんがちゃんとね、働いて納めてくれればね、僕の年金も安泰なんかイデコちゃんとお金をが学んで、特に制度が変わってもちゃんとお金について理解してそれに付き合っていけるなんかピンとこないっていうか人になってほしいなと思います。今回のでどうやって学ぶのっていうと、 10月からの改定僕一応ね、はあんまりピン YouTube やとこなかってるんで、ったですね。授業を受けてくれた子たちには必ず言うんですけど、コメントとかくれるとひいきします。授業まあこれちょっと終わってますねなんか授業受けたよとかねいうコメントを宣伝入れでしたねてくれる人。とかいるんですよね。漫画描いてるんですかね、学生さとこの人。その時に大越さんはひいきします。ありがとうって言ってコメントちゃんと返したりするので、YouTube は日曜日に毎週生配信とかしてるので、もしよければ遊びに来てください。あとはこのピンクの方の本ですね。この本は野上先生がですね買って学校に置いてくれてますよね。なのでこういうもので税金の話を学べるので、あ、そうだったんですね。すごいです漫ね。画ギャグ漫画出しますので、なんてそれ書いてるんですけど、それは僕の方から退去費用120万ってめちゃくちゃですねプレゼントさせていただきますので、みんな読んでみてください。ぜひぜひ。
今日言ったようなこと、年金の話とかも入ってるので、それが漫画で学べるってなかなかないと思うので、すごい見積もりですね。別に僕のコンテンツで学べってことではなくて、今はこういうものでしか学べないので、そういうものなんだな、他のこと学ぶってこういうことなんだなっていうことを知るっていう意味でも、ね、よく見学できましたね。嬉しいです。ペットと飼ってる方とかね、より良い人生をね、皆さんが送っていただけたらなと思います。すごい言われようになったりする時もあるみたいですね。終わったかなこれ。はい。終わりましたね。はい。ということで、大河内さんのね、高校の授業ということで、お金の使い方、パート3まで行いました。もう、参加型の授業だったので、本当にもう基礎的なことっていうか、お金について考えようっていうことを中心にね、お金とは何か、投資とは何か、消費とは何かっていうものを、知識重視っていうよりも、本当に考えさせるような、授業中心だったと思います。もう、今ってね、多分もうこういう授業なんだろうなと思うんですね。で、ここからきっと、より深く知りたい方とかは、YouTube なり、見ていくんだよっていうことですけど、高校生の場合なかなかね、他に追われてるものとかがありますので、なかなかお金の話また、深く見ていこうかなっていう気持ちになりにくいかもしれないですけど、でも全くやらないより、なんか聞いたことあるっていうこととかあった方が、当然大人になった時に、こういう授業あったなっていうことだけでもね、持ってもらうとまた違うのかなと思いますし、これからきっと、この間あれだったな、なんか、誰だったっけ？片山さつきさんだったっけ？政治家の方とかも出ましたね。やっぱり、あの方、なんだ？財務省のなんか、ちょうど、関係の仕事されてたのかな？すごくお金の話で詳しかったですけど、で、あの方も、教育をどういうふうにするか。ちょうどNISA の応急化この間、そんな話をしてたところで、このお金の話でね、出てましたけどね。はい。そうですね、最終的には、NISA とiDeCoをやった方が、若いうちからやった方がいいよ。だから、月に1万円とか、そういう少額でも、何か投資ができるように生活設計とか、消費とか、家計簿つけろっていうのは極端かもしれないんですけど、考えてこうねっていうことがね、できてくるとね、違うんじゃないかなって思いますね。はい。なるほど。はい。ということで、この話は終わりました。ですね。ちょっと待ってくださいね。今日ちょっと早いですけど、最後に、次回のことについてちょっと話して終わりたいと思います。これね、実はですね、ちょっと面白い話があって、これ出るかな？今 YouTube 検索してます。アフリカ。ちょっとアフリカ株式投資で出るかな？実はですね、土曜日久々に、この方。ちらっとだけ、触りだけ言いますね。この YouTuber さんまだまだ新しいんですけども、これ、どこだ？どれ出すか？はい。何さんだって、お金の図書館チャンネルさんということで、まだ登録者数は、そんなに。どうも。出た。なんか、この、アイコンが、なんか言ってましたね、カタカナで。はい。ありがとうございます。すいません。もうちょっとしたら終わっちゃうんですけど、ちょっとだけでも、聞いてってくださいね。すいませんね。このYouTuber さんが、何ヶ月ぐらい前かな？5
5ヶ月か半年ぐらい、まだまだね、認知されてないんですけど、こっち見た方がいいか。この方の素晴らしいのは、いろんな国の ETF の紹介をしています。で、僕がいいなと思ったのは、このアフリカの株のファンドを紹介してるんですよ。なかなかないですよ。アフリカ ETF を紹介する人ってなかなか YouTube でいません。ちょっと、本当はね、前、そうだ、川端さんインドのファンド買ったって言ってましたね。はいはい。そういう、新興国で、ちょっとポートフォリオに、アフリカやインドとか入れてみようか、東南アジアとかね、入れてみようかなっていう時に、こういうYouTuber さんがいらっしゃると、本当に、ありがたいです。このお金の図書館チャンネルさん。はい。いいですね。この方の、アフリカのことをちょっと紹介したいなと思ってます。ごめんなさい。コモディティも、この人 ETF で、紹介してます。川端っち、インドとベトナム買いました。本当ですか。さすがっすね。ベトナムも行ったんですね。はい。いや、いいと思います。本当少額でも、分散して、ちょっと楽しんでもらえたらいいですね。はい。今って皆さんそうですけど、アメリカズドーンって入れられないじゃないですか、なかなか。勉強されていろいろ情報を見て、自分が、ちょっとこの国楽しいかなとか、いいかなと思うところを、少しずつ入れて、ね、投資を楽しむって言い方おかしいですけど、投資をすることによって、その国を気にしたりとか、関心持ったりとかする大人の勉強ですよね。はい。大事だなと僕はいつも思ってます。入れる金額はそんな儲けるためにうん千万とかそんなわけじゃないですよね。本当にもう数万円でもいいと思ってます。はい。この、お金の図書館チャンネルさん。はい。国ゼミさんの影響です。国ゼミさんって何でしたっけ？なんか聞いたことあるな。聞いたことあるぞ、それ。しまった、この人。すいません。聞いたことあるぞって言って。僕が実は紹介してるじゃないですか。すいません。なんか、最新でフィリピンはやめるべきって書いてありますね。怖いですね。この人の切り口もなかなかもう納得しますよね。GDP からの、減少だとか、これだけ上がってきてる、なんか一貫して、なんていうのかな。その経済成長するときに、とか、株価のことであったりっていうのが、すごくわかりやすく、一貫して、なんていうのかな。筋が通ってるっていうのかな。納得できる内容。逆に言うとちょっと似たような内容が後半多いですけど、でも、納得できることが多いなと思います。はい。あと最後に、土曜日ですけど、このまた初心者用じゃないんですけど、後藤さんの話をちょっとしていきたいなと思います。あれですね。最近日テレ大学のこれ音があんまり良くなかったんですけど、当たり前のように言われてるんだけど、FOMC で 0.75% の利上げって一体どういう意味があるの？なぜ FRB は注目されてるのっていう、初心者向けのお話。僕らも当たり前のように。アルファ、インド投資信託が紹介されたので。そうだったんですね。へー。よかったですね。はい。投資信託、ちょっと信託料高いですけど、でも、SBI 証券とかね、楽天証券さんでも全然ね、いけると思いますしね。はい。ね。はい。で、この
FRB の0.75 が当たり前になってるんだけど、これがどういう意味なのかっていうのを一緒にね、確認もしつつ、例えば僕らで言うとこの FOMC が 1% 利上げになったらもうとんでもないことだよ、みたいな。何がとんでもないのみたいな。このとんでもないことが当たり前になっちゃってるから、この初心者用じゃないですけど、後藤さんがまた、すごくわかりやすく解説してくださってる。多分ね、最近ちょっと思うんですけど、この、金融関係で、こういう、なんつうかな、メディアに出てらっしゃる方で、僕的には一番後藤さんが、わかりやすくて、いいなと思ってます。僕はね。はい。簡単にされてると思いますね。はい。このまた、FOMC の利上げについてっていうのも、合わせて紹介しつつ、ちょっとね、アフリカの話もしていきたいなって久々思います。はい。はい。ということで、すいませんね。七種のゴンベイさんありがとうございます。あれですね。京都でしたよね、確か。違いましたっけ？連休にね、まあ、そういえば秋って、僕も、ぼちぼち、本当だったら京都、もうちょっとしたら紅葉とかがね、綺麗になってくるので、写真撮りに行きたいななんても思ってますね。まあちょっと天候が良くないので、明日はちょっとまだ、そういう、花撮り行きたいんですけどね、なかなか行けないかもしれないですけど、はい。またね、そういう金融だけの話じゃないかもしれないですけどね、またいろんなね、話をね、していきたいなと思います。はい。じゃあまた、土曜日の23時から、行いたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。今日はどうもありがとうございました。それでは失礼いたします。シメディ、ありがとう。